はい、どうも三平です。今回はリングマッスルアップ習得したい方に向けて、僕なりのワンポイントアドバイスをお伝えしたいなと思います。いいなと思った方は、ぜひお試しください。今回お話しする内容はリングマッスルアップの、そうですね、トランジションと、ディップスの時ですかね。この時の肩関節の可動域、これの重要性とそれを向上させるための、簡単なねトレーニングアイデアを紹介します。で、今回話す可動域っていうのはただただ体が柔らかくて出る可動域じゃなくて、しっかり自分の意思で、しっかり筋肉使って筋力を発揮しながら出せる可動域、これがいかに重要かっていうところを、知っていただけたらいいかなと思います。はい、じゃあ本題に行く前にまず、鉄棒でやるマッスルアップと吊り輪でやるマッスルアップ、これにはね一つ大きな違いがあります。それは自分の体の前に障害物があるかないかですね。で、鉄棒っていうのはやっぱりバーが自分の体の前に障害物として出てきます。で、それを乗り越えるために、できるだけこう高く引き上げるっていうことが、求められてきます。で、それに対して吊り輪は自分のね体の前に障害物がないので、もちろん高く引き上げれたらそれはいいんですけど、仮にそこまで高く引き上げれなかったとしてもぐっとね体を前傾させることができます。で、ぐっと前傾させてディップスのポジションに持っていくことができて、そこからもう押すことさえできたら、これでもリングマッスルアップって完成なんですね。だから結構バーでやる、マッスルアップと比べるとこのトランジションの部分って結構簡単になってきます。テクニックは必要ですけど、はい。で、得意不得意あるんで、もちろん全ての方に当てはまるわけじゃないですけど、一般的にも、鉄棒のマッスルアップより吊り輪のマッスルアップの方が習得は簡単っていうふうにも言われています。で、僕自身もね、鉄棒のマッスルアップより、吊り輪のマッスルアップの方が先に習得できました。はい。はい。じゃあここから本題です。で、高さが、じゃあそこまで出てないけど、ぐっと前傾させて、ディップスのポジションに持っていけたとします。ただこの時って肩のこの伸展角度っていうのがかなりね出ます。はい、一度それお見せしておきます。じゃあプルでそこまで高さ出てませんよね。じゃあここからぐっと体前傾させてディップスのポジションに今持ってきました。で、ここからも押せたらマッスルアップ完成です。ただ今のディップスの時の肩の伸展角度どうですか？かなり出てるの分かりますかね？通常のディップスだとこれぐらいですよね。それに対してグッとね入ってました。で、これにはやっぱり肩関節の可動性とか柔軟性っていうのが非常に求められてきます。で、これがある人はいいんですけど、これがない方っていうのはおそらくここからここにね持っていくことすらもまずは難しいと思いますし、仮にいけたとしてもそこからこう筋肉をねコントロールする多分能力ないと思うんで、押し上げることがまずできないと思います。これも仮にできたとしてもすごくフォームがね崩れてしまうとか、結構危ないですね。怪我する可能性も高いと思いますし、ただただ筋肉が過度なストレッチ、かかった状態になって、何度も言いますけどちょっとね怪我しやすくなると思います。はい。ただじゃあちょっと考え方をもう逆にして、この可動域でしっかり筋肉使って動かせる、そういう体の使い方ができるようになれば結構簡単にリングマッスルアップってできるようになると思いませんか？はい。なんでその力を発揮しながら出せる可動域を広げるトレーニングアイデアを紹介します。もうめっちゃシンプルです。はい。まずは吊り輪の上に乗ってディップスします。で、普段じゃあ仮にこれぐらいの可動域でされていたとしましょう。じゃあまずここから力を絶対に入れたまま、力しっかり入れたままぐーっと下ろしていきます。そうすると胸と肩の前にストレッチ感じる
ポジションがあると思います。少しでもストレッチを感じたらそこで5秒静止してください。1、2、3、4、5でゆっくりリリース。これを繰り返します。もう一度いきましょう。まず普段の可動域のところまで下ろして力入れたまま少し下ろしてストレッチを感じたら1、2、3、4、5でリリース。はい、こういう感じで、一番本当に大事なのは力を絶対に常に入れたまま行ってください。でまた過度なストレッチを感じるようなところでは止めないでください。普段の可動域より少し下ろしたところで程よくね感じるとこってあると思うんで、まずはそこで5秒静止でそれを繰り返していくと多分徐々に可動域っていうのは広がっていくと思います。はい。でそうですね、本当にただただ体柔らかい人っていうのは、体柔らかくて重力に身を任せる、力入れずに身を任せると、それこそ簡単にここまで行くことってできます。ただそれじゃあ本当に意味ないです。それはただただ柔軟性が高まってるだけなんで、柔軟性と可動性、この組み合わせが非常に大事です。可動性っていうのはあれですね、自分でしっかり自分の意思で筋肉をコントロールしながら動かせる可動域、これを広げることが大事なんで、絶対に常に力を発揮したまま下ろすと可動域を広げていく。それを続けていけばこうやってね可動域広がっていくと思います。はい。じゃあこれを1回そうですね6回から10回ぐらいを1セットとして、3分ぐらい休憩とって、3セットから5セットぐらい、こういうトレーニングを、リングマッスルアップを習得する時の、トレーニングに、組み込んでやっていただけたらいいかなと思います。はい。で可動域広がっていくと、最初にお見せした、引く力がそこまで強くなかったとしても、ここからグッと前傾させることでマッスルアップって、結構簡単にできるようになるんで、はい、ぜひお試しください。はい、今回はサクッとこんな感じでした。最後までありがとうございました。どうも。